こんにちは。このチャンネルでは、かれこれ携帯型 PS4 を3台作ってきました。最初は6キロを超えてたが、そこから軽量化して、最終的には、PS4 本体より軽くなったな。そこで思ったんです。逆に PS4 を本気で軽量、小型化したら、どれだけ軽くなるのかと。競技的にやるとすれば、穴だらけにする方法とかになるな。PS4 はミニ四駆のように走るわけではないので、基本的には実用性重視でやっていきます。今回は、使わなくなった携帯型 PS4 から、パーツを取り外して、流用していきます。使うパーツはこんな感じです。ディスクドライブはないんだな。今回はコンパクトにするのが目的なので、ダウンロード版専用にしてしまおうと思います。いわゆるデジタルエディションだな。ここで注意事項ですが、ディスクドライブなしで正常に動く型番は2200番台のみで、それ以外の PS4 ではアップデートができなくなります。原因は不明だが、もし真似をするのであれば、これは覚えといてくれだぜ。そして、電源の管理を行う制御基板も、そのまま有用します。PS4 にもともとついている電源ユニットの機能を極限まで絞ったやつだな。コンセントから直接電源が取れなくなってしまうため、外部にアダプターが必要になりますが、大幅に小型化ができます。詳細は後々紹介していくぜ。ということで早速マザーボードを一部改造しました。ハードディスクを接続する SATA 端子が上に移動したな。PS4 はハードディスクを交換できる仕様にするために、SATA 端子がマザーボードの外側についているので、サイズの小さい SSD を取り付けても、そこだけ出っ張ってしまうんですよね。それを改善すべく、SATA 端子の位置をずらしました。これで SSD を取り付けても、出っ張らなくなりました。これなら本体サイズをマザーボードのサイズに収められそうだな。ちなみにSATA 端子を外す作業中に手が滑り、チップを一つ吹き飛ばして映像が出なくなってしまいましたが、適当なチップを取り付けたら、治りました。不幸中の幸いだったな。危うくチップ一つで、PS4 を買い直す羽目になってましたね。先ほども紹介したように、今回は電源ユニットの代わりとして、自作の制御基板を使用します。上にも書かれているように、機能を出力タイミングの制御だけに絞ったやつだな。そのため、電源ユニットにあった電圧の変換機能がありません。PS4 を動かすためには、12V と 5V の直流電源が必要です。それに対してコンセントから取れる電源は、100V の交流電源のため、電気の種類が異なる上に、電圧が高すぎます。そのまま繋げたらマザーボードが壊れるな。そのため、電圧を変換するアダプターが必要になります。そこで、USB PD に対応した充電器を使います。このサイズで PS4 を動かせるだけの電力を取り出せる優れものだぜ。これにより、交流を直流に変換し、電圧を下げることができます。ちなみにそのままでは何も出力されないので、デコイモジュールを使って取り出します。これで電気の種類が同じになりましたね。あとは電圧を下げるだけだな。ここでは、DC-DC コンバーターを使って電圧を下げます。充電器のような交流から直流への変換ではなく、名前の通り直流から直流に変換をするパーツだな。スマホやパソコンなど、身近なところでも多く利用されています。ちなみに出力電圧は 12V に設定しておきました。これで電圧もほぼ同じになりましたね。残った 5V の直流電源はどうするんだ？これは制御基板についているレギュレーターで下げられるので、そのまま取り付けてしまいます。これで電気の種類と電圧が共に等しくなりました。ようやく PS4 を動かすことができるな。ちなみに同等出力のモバイルバッテリーがあれば、ここを置き換えることも可能です。これならコンセントがない環境でも PS4 が動かせるな。そしてパーツの接続イメージも作成しました。これを元に回路部分を製作していきます。早速マザーボードに制御基板を固定。コネクタもそれぞれ接続しておきます。続けて DC-DC コンバーターもマザーボードに固定。ケーブルで制御基板と接続しておきます。ついでに無線アンテナと
サブ基板も取り付けておきました。これで動かすための回路部分はほぼ完成です。一通りのパーツが取り付けられたので、残るは APU を冷やすクーラーです。PS4 にはもともとファンとヒートシンクがあり、これで APU を冷やしているんですが、ヒートシンクについている金属板がかなり重いため、今回はパソコン用の CPU クーラーを使おうと思います。最初はちょうど手元にあった、ノクチュア製の CPU クーラーを使おうと思っていたんですが、重さを測ってみると 400g 近く、それなりに重いので、別の CPU クーラーを購入することにしました。そこで新しく購入したのが、iNEX 製の CPU クーラーです。薄型ながら、TDP100W の CPU まで対応しているので、PS4 の APU も冷やせると思います。同様に重さを測ってみました。さっきの半分の重さに近いな。これなら良さそうですね。ちなみに、クーラーが薄型すぎたことが原因で、もともとついていたコンデンサと干渉してしまったため、無理やりコンデンサの位置をずらしました。こんなことしても大丈夫なのか？間の電線が短ければ、そこまで影響はないと思います。ということで、あとはクーラーをマザーボードに固定するだけなんですが、一つ問題があります。それは、クーラーを固定する金具です。CPU クーラーにはマザーボードに固定するための金具がついているんですが、当然ながらこれはパソコン用なので、PS4 のマザーボードとは固定できません。そこで、アルミの平棒から専用の金具を作ることにしました。これで金具の完成です。あとはクーラーに取り付けて、APU に熱伝導グリスを塗り、クーラーをマザーボードに取り付け、マザーボードにネジで固定します。ついでにメモリの排熱機構も作っておきます。メモリの上に余ったアルミの平棒をつけてるんだな。ここに熱伝導グリスを塗ることで、上に乗せたアルミ板に熱を逃がすことができます。メモリの排熱不足で落ちる場合もあるから、これはあった方がいいな。最後にクーラーのコネクタを接続して、いよいよ動かすことができるようになりました。早速デコイモジュールを接続して、動作確認をしていきます。問題なく動きましたね。もはや見慣れた光景だな。ということで動作確認もできたので、次は筐体を作っていきます。今回も今まで同様に素材としてアルミ複合板を使用するんですが、ここも軽量化のためにより軽いものを見つけてきました。半分近い重さになったな。内側の発泡樹脂の密度が低くなった分、軽くなっているんですが、その反面、凹みやすいためデリケートな扱いが必要になります。早速ベースとなる板を切り出していき、穴を開け、六角スペーサーを取り付けます。これでマザーボードを固定するためのベースの板ができました。残りのアルミ複合板を切り出して、側面と天板用の板を用意。そこからひたすら加工していきます。これで筐体の板が揃いました。あとはアルミのアングルを切断して、接着剤で側面の板と固定。これでフレームが完成しました。最後にベースの板と固定して、筐体の完成です。筐体の重量も測ってみました。スマホと同じくらいの重さになったな。これなら最終的な重量にも期待できますね。ということで筐体にマザーボードを組み込んでいきます。これで残るはデコイモジュールの固定と、電源ボタンの取り付けなんですが、その前にカーボンシートを使って本体のデザインを変えていこうと思います。車のラッピングとかに使われるやつだな。
これで板の継ぎ目が目立たなくなるので、良い仕上がりになると思います。一通り貼り付け終わったら、デコイモジュールも固定してしまいます。同様に電源ボタンも、今回は黒色なんだな。カーボンシートが黒なので、金属色より一体感がありますね。コネクタもそれぞれ接続しておきます。これでパーツの取り付けは完了です。残るは天板ですね。実はここ、最終的には下側になります。そのため、ゴム足用の穴を開けておきます。そしてカーボンシートを貼り付け、切り抜き、ゴム足を取り付けます。これで天板元い底板が完成です。あとは両面テープをフレームに貼り付け、底板を取り付けます。最後に、ホコリ対策用のフィルターを貼り付けて、完成です。ということで動作確認も終わったので、各部の紹介をしていきます。まずは本体のサイズです。本体サイズは 250×155×40mm で、奥行きは PS4 の半分に近いです。ドライブと電源ユニットがなくなると、ここまで小さくなるんだな。ちなみに任天堂スイッチを上に乗せてみるとこんな感じです。このサイズ感なら手頃に持ち運べそうだな。次に本体の重量を測定していきます。ついに 1kg を切ったな。元の PS4 から 60% 軽量化されましたね。任天堂スイッチが 400g くらいだから、それの2台分って考えるとほんと軽いな。続けて動作時の騒音測定をしていきます。ホーム画面では 43dB 前後。ゲームプレイ時でも 43dB 前後と基本的に同じですね。両方ともゲーム音で聞こえなくなるレベルだな。その後、2時間ほどゲームをしてみましたが、途中で落ちたりすることもなくプレイできました。排熱も問題なさそうだな。ということでいかがだったでしょうか。今回は PS4 を限界まで軽量化して、おそらく世界最軽量の PS4 が完成したと思います。こんなことをしてる人が世界にどれだけいるのかはわからないが、少なくとも 1kg 未満の PS4 は存在しなかっただろうな。ちなみに動画の前半でも紹介しましたが、100W 出力のモバイルバッテリーがあれば、モバイルモニターを使ってどこでも PS4 で遊ぶことができます。ここで使っているモバイルバッテリーならだいたい1時間くらい遊べるぜ。これで簡易的な携帯型 PS4 にもなりますね。これで PS4 の改造シリーズは一旦休止して、来年からはいよいよ携帯型 PS5 の製作に取り掛かっていきます。改造用の PS5 も安く手に入ったことだし、ようやく取り掛かれるな。ただ噂では PS5 の軽量モデルが出るようなので、少し様子見になるかもしれません。次の投稿はそれなりに遅くなるかもな。こんな気まぐれなチャンネルですが、これからもよろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。